ミーティング始めます。よろしくお願いします。お願いします。今日はプレさんというか、イベントですね。全国の5カ所のライブハウスの映像配信ライブということで、北海道からはエレキューブが声かけていただいて、配信ライブをさせていただきます。いや、正直大変ですよね。その地方のライブハウスなので、札幌とはまた独自のいろんなやり方がある街なので、そのルールにのっとってやらなきゃいけないし、正直バンドも本当に多い場所ではないので、配信ライブって難しいですよねでもやってみたら楽しいなと思ったこともあったので、でもスタイルがどんどん変わっていっちゃうので、それも踏まえてバンド活動の一つだったら取り入れていかないと。最初はもう本当に全くわからないっていうか、当然素人も素人も全くやったことなかったんで、でもこうスイッチャーいじってたりとか、このカメラを触るようになって、なんかこう自分の中で結構楽しいなみたいなそういう気持ちが芽生えてからは、結構自分でもいろいろ勉強するようになったり。Hey, hey, 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 Lord.うち桜坂セントラルは基本、どうしても県外からのツアーバンドとかが多かったので、もう2月後半から全くライブができない状態になりまして、もう今本当に半年超えたんですけど、今日はみたいな配信ライブが本当に月に1本あるかないか、もうせっかくなんで新しいものは1つか2つは絶対作りたいですね、今のうちにです。沖縄顔合わせしてまして、沖縄のバンドです。よろしくお願いします。結構変わりましたね。本当に僕らがもともと予定されてたライブっていうのもほとんど消えちゃって、お客さんを入れてのっていうね、そのコロナの前に予定が組まれてたものは全部飛んじゃって、でなんかちょっと落ち着いた時に大きいイベントが沖縄市の方だったんですけど、それもコロナがバッて増えちゃって、ことごとくだよな。そうこれが落ち着いてもなんか沖縄からの発信していくライブをっていう意味ではなんか今後にはつながるのかなみたいなポジティブな面、沖縄に住みながらっていうのはだいぶ弱みだとも思ってたけど、全然なんかそういうのも生かしていって、県外のお客さんとかも今配信ライブだったら全然見てくれたりとかもあるから、これがいい方向にね、落ち着いた後もつながって広がる方向になってくれればいいなって思う。配信そうですね、結構早かったんじゃないですかね。こういう感染症のせいで営業できなくなって、着手はすぐだったと思います。なんか新しいことせないかんってなった時に興味持ってみんなで楽しんでやれるのがやっぱいいところですよね。うちのいいところだと思います。3月末4月頭ぐらいからいわゆる国から自粛要請っていうのが出て、そこから今日も出てるというかピタンズが最初配信ライブをしてくれてから、毎週末少なくとも1回はやってきたんで、なんていうんですかね、楽しんでますよね、ある意味。なんかこう、今まで時代というかネットでのなんていうんですかね、こう配信とかっていうのがこうより敷居が下がってきてる中で、もうやるきっかけになんかこうすごい語弊があったら申し訳ないですけど、語弊なんていうんですかね、やるきっかけができたっていう意味ではなんかこう取り組めてよかったかなっていうのは思いますね。そうですね、もともと僕バンドやってて、でここで出演させてもらったのがきっかけで、そこからバイトやってみんかと誘われたんで、バイトをやってたところこういう状況になってしまって、で姫キュンのライブのスイッチャーがきっかけで
社長にスイッチャーこれからもやってみんかと声かけていただいて、でそこからスイッチャーやるようになりました。映像も照明も両方これで合わせていくんですか？はい、合わせて決めの部分を合わせたりとか、展開に合わせて照明さんの照明にも合わせてスイッチャーで切り替えたり。何これ。かっこええなと生きながらマジで東京とかその大阪とか中央のライブハウスさんの中で愛媛県が入ってるっていうのはすごいありがたいことだなって思います。サロンキティは初めてライブを見に来たライブハウスでもあり、初めてライブをしたライブハウスでもあって、コロナの期間で来れない人たちもこのサロンキティの空気感を配信で味わってもらえて、感じてもらえて、コロナが終わった時にサロンキティに行きたいなって思われるように頑張ります。今ライブハウスでライブがしにくい状況で、こういうイベントに呼んでいただいたことは本当にね嬉しいです。であと東京とか北海道、大阪、そして沖縄、5県で同時開催ということで、遠く離れた場所の人たちにも生の僕たちの姿を見せれるのは本当に素晴らしいことだなと思ってます。で今5400経理。はい、全然。ほんとはちょっと5000円ぐらいにしてみる。5000円ぐらい。へへはは。イエーイ。お願いします。お願いします。はい、メインの引き身からいきます。はい。ライブハウスがもうマジで叩かれまくってた時期に3月のぐらいやな、にちょっとねお世話になってるここパンギアさんもそうですしアニマさんもそうですけど、我々のもうめちゃめちゃお世話になってるということで、なんかできひんかなっていうので、最初はほんまに自分らでカメラと音響のあれとかも買って機材買ってバンドで買ってバンドのマネージャーとかスタッフとかでライブハウスの人に協力してもらって、最初だからめっちゃよう考えたらバリ早いみたいな配信ライブの楽しみ方をね早く僕たちも、お客さん側としてもまだ配信ライブ見たことないから、そう、実際ねその会場に行かなくてもライブを見れるっていうのは一番のうまみやと思うので、おもろいのが同じイベントやのに日本中で今同時でやるっていうのが、そうこれはだって無理やったことよ、これまでね逆手に取ったというか、サーキットイベントやったら同じ会場、あるかなあかんし、今の時代に合ってるんじゃないですか、だから僕は配信ライブいいと思うんですよ、でも早くみんなの前でライブもしたいなと思いますね。こんな感じで大丈夫です。とてもやりやすいです。本番よろしくお願いします。テラスです。よろしくお願いします。3月ぐらいにできなくなって、4月がステイホームでずっと家にいて、5月から
4月末か5月ぐらいから配信とか始めてみて、6月7月とは、毎日営業を目指して新宿ロフトは毎日営業というか毎日配信イベントを組んでっていうのをやってきて、先月ぐらいから少しずつお客さんを入れてやっていこうかなと思っているところで、配信やることによって、我々で配信がそんなにストレスなくできるようになったので、これから将来を見据えたところで普通にお客さんを入れた状態で配信もできるとなると、全国の音楽リスナーに対してライブハウスの紹介ができるし、収益チャンスも広がるようになるんじゃないかな。このプラットフォームの中で全国のライブハウスがつながってお客さんが選んで見れるっていうのはなんか非常に良いことだと思うので、1回で終わらず、内容をもっと練って、2回3回とつなげて、あの配信面白いよねって言われるようにできたらいいなと思います。今日めっちゃ久々です。1ヶ月ちょっとぶりぐらいです。どうですか？楽しみ？めっちゃ緊張してます。結構今日カメラ自体に興味は持って趣味でやってたから、実は結構楽しくやってる部分はあるんですけど、人が結構必要になったりとかするから、その辺が地方ライブハウスできついとこなんじゃないかなと思うんですよね。いやー、超緊張。大丈夫かなってあ、来ました。まもなくスタート。来ました、画面が。いやー。全国配信ライブグッドプレイス一発目、北海道苫小牧からなずきと言います。よろしくお願いします。おっしゃ俺証明せないかんのかそうです。俺証明せないかんの。そうです。いや本当であればスタッフがもう一人おる。いやもう2人いるやん。本当はここのやり取りする人とこれやる人がいます。ズーム会議する人と消そうか。いいっす。じゃあ作業灯消します。愛媛県松山市から来ましたブートレックベロルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。那覇が来ちゃいましたよ。お願いします。
はテラスです。よろしくお願いします。いいですね、やっぱり。ここに長さがあるのがなんかちょっと違和感ちょっと気持ちがいい。他のライブハウス負けたくない。もちろん。配信ごとほぼ配信ごとですね。大きいトラブルはないんですけど、1個機材とかこうやることが増えてるんで、なんか不安っていうか、なんかまだちょっといっぱいいっぱいな感じは私はありますね。3からカウントしない。はい。4。8で飛びます。はい、わかりました。0になったら、使ってもらって。はい、了解です。河内列です。よろしく。最善で舐めて動くカメラ。むずいね、映らないようにするのが。そうなんですよ。ありがとうございました。なずきでした。また楽しかったです。専門学校行ってるんですけど、その専門学校の入学式もなくなったりで、今年の3月4月くらいから今年ちょっとなんかこれから違うのかなって、その学校のとかもあって思ってて、やっぱりライブがその時からなんかだんだんできなくなっていったっていうか、やっぱ制限がだんだんちょっとずつかかっていって、でその行こうと思っていたライブも中止になったり延期になったりしてて、そこからそうですね、3月4月くらいから今年はいつもとやっぱりちょっと違うんだなっていうのを感じてました。友達とも全然遊べないし、出かけたりもできないし、家は好きなんですけど、やっぱりこもりっぱなしっていうのがちょっと嫌だなっていうのは結構あって曲作ったりする、ギター弾いたりそういうのは好きだったので楽しかったんですけど、パソコンを買って、それで自分でちょっとした音源を作ってみようかなって思って、打ち込みとかもやってみたくて、初めて自分の曲をやった時はやっぱ恥ずかしくて誰にも言ってなくて、でその状態でその時カバーやってたんですけど、カバーの中に混ぜて、で静かに自分の曲やって、
で終わった後にあれ本当は自分の曲でしたって言ったりしてたんですけど、その時にやっぱり「あいいね」とか「この歌詞すごいわかる」とか言ってくれる人が結構いて、それが嬉しくて、なんか自分の感じて思ったことが他の人に自分もこう思ったって思って言ってくれたりするのがすごく嬉しくて、すごいなんか自分だけそう思ってるんじゃないんだなっていうのもそれを聞いて思いました。普段あんまり自分の思ってることをうまく伝えれなくて結構迷っちゃったりすることが多いんですけど、そういうのをもっともっと歌にしてうまく伝えていけたらいいなと思って、いつも歌詞書いたり曲作ったり心がけてます。行ってみたいところは東京行きたいです。あと大阪とかも行きたくて、叶うならば道外のライブハウスとかでもライブをしてみたくて、夢はもっといろんな人に自分のことを知ってもらいたいと思ってます。存在は否定された勇敢な言葉だけが僕たちを救っていた、意味はなくても。こんな終わり方やね。お疲れ様。2月の末になんか、コンサートがいろいろできなくなって、でその時にこれからいろいろ決まってるコンサートどうなるのかなっていうのはちょっと思いましたね。でもすぐ落ち着くとは思ってたので、こんなに長くなるとは思ってなかったですね。 CD が出ないことでお店にいてもお客さんも来ない、開けてもお客さんが来ない、インスタイベントもできない、人を呼べないっていうちょっと恐ろしい今年1年でしたね。いやでもどこも大変な年だったので、飲食業もそうですし観光もそうですし、自粛になるとお客さんがやっぱり外に買いに来ることができないので、サブスクとかその配信とかはしょうがないというか、逆に宣伝のツールになって、で今年はネットから出てきたアーティストはやっぱり、その流れもあってやっぱ多いんですね。なのでそこから出たアーティストも、来年再来年に向けて、さらに大きくなってくると思うし、そこは楽しみでもありますね。ライブハウスができるようになるのが一番で、ライブハウスと、お客さんがつながって、でお客さんとショップが CD ショップがつながるのがやっぱり一番いいですし、ライブ見て CD を買ってくれるとか、ショップで展開を見てライブに行ってくれるとか、普通に今まで通りでいいんですけどねと思いますね。普通に前のコロナがない時に戻りたい、戻る未来が見たいですね。「
感想はすごいちょっとだけ映像で見たんですけど、すごいカメラさんたちが多かったね。映像とかはすごく良くてかっこよく映してくれたっていただいたのかなと思って、結構テンションも上がってますね。でいろんな人が来てて、全国沖縄だけじゃなくていろんなところから見れて、すごいいいイベントだなって僕は思います。早くお客さんもいてライブしたいと思います。はいさい、沖縄からこんにちは。俺たちがブンバラよろしく。今年65周年なんですね。で3月15日にこっちでパーティーをしたんですよ。でその時にどうだろう、今やっていいものか。でもまだ沖縄は全然広まってなかったんで、まあギリギリできた開催ができたんで、もうそれからもう4月はとりあえず2週間はお店開けられないっていう風になったので、でもちょっと軽く見てましたね、最初のうちは。だけど1週間ぐらい経ち出してからですかね、なんかいやこれは長く続くんじゃないかとか、なんか変な不安は一応ありましたね。県知事の言い方がちょっとなんか僕はあんまり面白くなかったですね。もう沖縄に来るなみたいな感じの言い方してたんで、僕らとしてはもう来てもらわないと経済回らないし、とりあえず何かしら売り上げは作らないといけないなと思って、今までやってなかったテイクアウトとか、あとはデリバリー、また新しいメニューを作ったりとか、なんかもうスタッフでこんなしたらいいんじゃないっていうのをもう次の日にすぐ動いて、もう考える暇もなくすぐ動けたのがめっちゃなんかこれいいなって思って。でも本当にお店これで何もしなかったらゼロじゃないですか。でもちょっとでもなんか動いて売り上げは半分にはなりましたけど、でもそれがねこの中でもできたっていうのがめちゃくちゃ自信になったというか、でもなんかいわゆる居酒屋になりたくなくて、なんか面白いことをしたいっていうのは常にみんなで言ってるんですけど、この間はなんか器の作家さんとコラボしてこっちでイベントやったりしたんですけど、でその器を使って料理盛り付けして、でこの器は上で買えますよっていう、そうですね、なんかいろんな人たちとコラボしながらちょっと枠を超えていきたいみたいな。じゃあシャッターチャンスの男がいます。マジですか。結構海外もやっぱ去年もアメリカ行ったりとかもしてたんで、それで1月末ぐらいからあれこれちょっとどうなんねやろみたいな。それで僕3月の頭の5日に海外のバンド呼んでたんですよ、日本に、バンドの方で。そのやり取りとかも結構してて、で2月のまだ20日ぐらいまではまだライブやれてたんで、いや日本そっちどうみたいな、いやこっちちょっとやばいな、でもまあそっちどうみたいな、まあこっちまあできると思うでみたいな、ライブ止まってもないしみたいな話もこうしてたんですけど、やっぱ海外の方がやっぱりより
やっぱごめんもうちょっとやっぱ無理そうやから急やけどちょっとキャンセルしたいみたいなんで、もうちょっとだいぶこう免疫ついてきたっていうか、まあそういうのにもちょっと慣れてあれですけど、でもまあ多分そんな簡単にいけへんやろなというのにはもう思っとこうとは思ってますけどね。ワクチンできてもだいぶは無理でみたいな、声は出したらあかんとか。この服屋の方は通販だけはやってたんで、もう家からここの往復で通販だけ出荷して、でまあ家に帰ってももちろん嫁も子供もみんないるんで、でもまだ最初の頃はね遊びに行くのもあれやったんで、でどっか広い公園行こうかとか、でも公園行ってもなんか近くの公園やったらなんかその子供とかもなんか結局集まったら密になるでからどうするよみたいな、ほんま海の方行ってとかちょっと様子見ながらこの辺でボールで遊ぶかとかそんなんしてましたね。高知も店やってたんですけど、でも高知はもう僕も5月でもうすぐある意味もうすぐもう閉めたんですけど、もうなんか地元やしで高知でちょっとやって3年やってたんですけど、なんかまあそれはある意味まあ残してずっとやっていきたいっていうのはもちろんあったんですけど、まずやっぱ守るのはここと、まあ酒場をまずは守っていかないとこっちもどうなるかわからんみたいな、あんま自分の性格ですけどなんか先のスケジュールバンバン決めて何年後こうなりたいとかあんま思わん方なんですよ。できる限りなんかあんま決めたくないぐらいなね、でもその日その日であそこライブ行きたいあそこ行きたいみたいな、そんなねへこたれることとか今まで一切ないんで、へこたれることあるとかみたいな。でもまあいろいろもちろん俺なりにはそれはもちろんいろいろあんでとかって言うんですけど、多分やっぱあんまそんなへこたれたことあんまないんで、落ち込んだことあんまないんで、でももし行ける時になったらすぐ動けるように今なんかいろいろやれることやっとかなって感じですね。ときめとで描いてみせるね、今僕の心よ動き出せ、今君の心よ歌い出せ。ありがとうございました。5ヶ月ぶりだねライブハウスに。5ヶ月ぶりっすねライブハウスの音響でやるのはまあ最初はなんか出てきて一発目のバーンって音の感じの時はやっぱお客さんいないよなみたいな感じだったんですけど、なんかもう途中からまあいる感じって言ったら変ですけど、まあなんかいるような感じに思いましたね自分でも。グッドプレイスご覧の皆さん盛り上がってますか？このライブはですね、北海道、東京、大阪、愛媛、沖縄でいろんなライブハウスで同時に配信するっていうイベントなんですけど、なんかね、聞くところによると、日本初なんじゃないかと。サロンキティの伊賀です。いつもお世話になってます。そういう企画をしてくれるっていうのが素晴らしいことで、僕らじゃできないんで、僕らは撮るのはできるけどそういうことができないんですごくありがたいですね。しかも四国でサロンキティを選んでもらったっていうのは嬉しいし、やっぱそれに応えるようなやっぱライブをバンドさんがしてくれたらいいですけどはい。まずきこの歌そんな声最後は楽しんでいこうぜ。ありがとう沖縄のメンバーでした。ありがとうございます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 
れからも別に音楽業界だけじゃなくいろいろみんなね辛いこととかたくさんあると思いますけど、なんかね僕たちがこういろんなライブハウスと一緒に楽しい夜をねお届けしていきますので、笑顔でみんなで乗り越えていけたらと思ってます。これからもよろしくお願いします。例えばうちのライブハウスでいうともう基本ツアーバンドしかいないので、それが2月後半から本当にキャンセルになって、で今まで決まってたイベントがキャンセルになるっていうのは本来ありえない話じゃないですか。しかもちゃんとした全国回ってるような名前も知られたバンドさんが、これはいつまで続くんだろう、でも最低3ヶ月ぐらいかかるんじゃないか、いや半年だ、いや1年だとか、もういろんな情報はあって、でも本当うちはそうですね、ブッキングライブとかはあんまなかったので、人からイベンターさんが借りてくれるツアーバンドが使ってくれるっていうような箱だったので、基本人の動き待ちみたいになってしまったところがどうしてもあって、2月ぐらいじゃないですかね。例年2月暇なんですけど、ライブハウスってなんですけど輪をかけてだったんですよね。でも中止とかはなかったんですけど、単純に客足が遠のいてたような気がしました。春になったら大丈夫でしょみたいな感じだったのが、だんだんねアーティストさんたちがイベントを通じて、例えばこれパンデミックを避けるために延期にしたり中止にしたりした場合、ホール代のキャンセル代ってどうなりますみたいな問い合わせがどんどん来るようになって、当時なんて言ってたんだっけな、年内で開催するんであればキャンセル代はいらんみたいなことを言ってたのかな、当初は。年内できなくなっちゃいましたけどね、結局だから全然見えてなかったんですよね、あの頃まだまだ。その2月頭ぐらいにちょっと大きい企業のパーティーとかがアニマに入ってて、でそれが中止になった時にはまだ一言やったっすね。大企業って大変やなみたいな。で、2月下旬になんかそのアリーナとかの公演が当日中止になったりした時もまだ一言でしたね。なんかこうでかいところって大変やなみたいな。でその後ライブハウスでクラスターが発生っていうニュースが流れて、次の日の公演がキャンセルとか、その明日の公演がどうなるかわからないみたいな状況に なりだした時に、これはまずいかもって3月の体感がむちゃくちゃ長かったですね。あんなに長く感じた一月はないですねコロナがもう日本の世界とかいろんなところでそういう話があって、日本もやべえんじゃねえかって言われで始めた時に2月26日シェルターワンマンやって、それ以降3月に入って道内ツアーが全部キャンセルするしかないよねってなったので、もうその1週間2月26以降の
3月の7日ぐらいからまたスタートする予定だったものが1週間、10日後ぐらいには全てがキャンセルになってしまったので答えがわからないので、その中で僕たちは今どうやって生きていけばいいんだろうっていう。正直その今バンドってもう告知のタイミングももうわからないし、例えばイベント設定を2月にしたとして、でそれ2月になってどうなってるかってもう世界中の人が予想できないじゃないですか。だからそこに対してもうじゃあチケットをいつ売るとかもう予定すら立てられないし、でもその例えばこっちがこう気持ちだけで予定を組んだとして、でやれるかやれないかわからないけど気持ちで予定は組みますと。でやった時にライブハウス開けとかなきゃいけないじゃないですか、その予定を。でこっちがやっぱ無理かもしれないですって言ったら、その日が1日またそのライブハウスも1日空になっちゃうし、だからここから先はもう立てたとしたら何があってもやるしかないと思ってるんですよ。もうそれはどんな状況下であれ。だけどそれが今自分たちの中で果たしてしていいというか、自分たちがしたいのかって言われたらしたいって言い切れないんですよね。はい、それで僕らの場合1月2月まではライブできてたんですけど、3月からもうコロナがあって3月4月5月と、実は内々ではその後夏とかも10月とかもライブ決まってたのを内々で全部キャンセルになった中で、これはもう発想を転換しなきゃいけないなと。ライブができないんだったらなんか原点に変えると、やっぱバンド、自分の立場はバンドマンなんで曲作るとで普段ライブあるとなかなか曲作りに力なんていうんですかね、ライブの方に力注がないとってなっちゃうんで、逆にこれをチャンスと思ってこう曲作りしようと思って、もう年内はライブできないんじゃないかっていうのを見越して曲作りにシフトしました、僕らは。4月は本当丸々割と人に会わない方がいいとかそういう風になりましたから、そうなるともう誰にも会わない凄さっていうか、っていう生活の中で唯一家でやることって言ったら家族がいますから、家族との時間はありますけど、自分一人の時間って言ったらもう音楽作る以外ないのかなと思って、本当自分としては準備しとこうっていう気持ちだけだったんですけど、何はともあれ準備しとこうっていうで、なんか6月ぐらいまでにアルバムが作れるんだなぐらいの曲数は溜まっていて、それがどうなるか分かんない状況でしたけど、ライブをやりたいけど8月に箱を押さえたけどやっぱりちょっと無理かもなとか、やっぱ日々状況が分かんないみたいな。そうですね、やっぱどうしてもそのコロナの話になっちゃうんですけど、ここ1年弱その思ったようにその前までの日常のようなやっぱりライブだったりとか、活動だったりとかがやっぱりできなくなっていく中で、僕改めて感じたというか改めて認識したのは、やっぱりなんかこう生に勝るものないなみたいな部分はやっぱりどうしてもあって、なんか一番悔しかったのはその目の敵のようにやっぱりなんかこう音楽、演劇、芝居、映画館もそうですけどみたいなところがやっぱりどうしてもその不要不急と言われてしまったというかっていうところはもう本当に悔しかったところもあって、このコロナ禍が終わった後じゃないですけど、なんかこうライブがちゃんとできるようになって満員のライブができるようになったら本当に全員になんかこうキスして回りたいぐらい濃厚接触したいなみたいなところもあったりはするんですけど、やるならやるでって言ってくれたり、無理してやらなくてもいいでみたいな、全然来年まで待つからっていう人をいろんな人をそうやって連絡くれましたね。
いろんな制約あって、もうなんかもう搬送から何からとんでもないこうなんか制約があってチェックしないといけないんですよ。しかもそれやるのも全部自腹で何の応援もないんで、それでミスったら怒られるだけでなんか支援も何もないっていう状況をやって、なんか平等じゃない、なんかでダメージを食らう会社とか人間が多すぎる。なんかそこに自分がやることはそんなにそれに巻き込みたくないっていう感じですかね。メンバーたちも結構爆発寸前というか、もういつになったらできるんだみたいな、それでやっぱりその辞めちゃった子もいますし、まあもう本当に半分でしかできないのと、まあなかなかやっぱり情勢としてもっていうのもあるんですけど、やっぱやることによって本人たちのやっぱり、モチベーションというか精神衛生みたいな部分はやっぱりできるようになったのかなっていうのはやっぱりライブをして改めて、感じる部分だったりとかで、なんで、ビッシュとかも本当にできていないのでかなりフラストレーション溜まってるなみたいな部分とか、あとやっぱりもう僕たちもツアーバンドさながらずっとツアーを回ってるような子たちばっかりなので、それがいきなりなくなったらそりゃポカンと開いちゃうよなみたいな部分はやっぱりどうしてもありましたね。どうしたらその全員で共通できる1個でもいいから楽しみをどうやったら作れるんだって、それでいてそのライブハウスとかにどうやったらお金を落としていけるんだとか、それを考えた時もあれしかなかったんですよね。その前にライブ31本キャンセルしてて、でライブがもう予定通りにできなくなった時にじゃあ予定通りにできることをって考えたら、もうそのお客さんを入れない前提のものしかもうありえないと思ってたんで、ってことはもう配信しかないんだっていう、そこに対してやりたいやりたくないは自分たちが会社立て俺たちが会社立てて俺たちが言い出しっぺない以上は、俺たちがやりたいやりたくないというよりかは俺たちがやりたいと思うことを作るしかないんだっていう、その意地しかなかったです。だからパソコンの勉強がすんげえ辛かったですけどね全員何もかもストップすればいいのにと思ってますよ。もっと鎖国しちゃってバンドのカルチャーを変に見せなくていいと思う。もうライブハウスも全部閉鎖。失礼ながら配信ライブ見てそんなに感動することもあんまなかったんで、逆に鎖国した方がいいんちゃうかなって思ってます。せーのでの方が多分健全になると思いますね。中途半端だなって逆に思ってて、その支援とかまあ自分もやってるんですよ。そのライブハウスが潰れないように、それはもちろんやりたいんですけど、なんか中途半端に言うてできてるやんって思われてるから、政府からも何の支援もないんやろうし、なんか言うて存続するやろとか思われてるからなんか進まないんですよね。でも忘れたらあかんのは、我々は多分一番最初に仕事を失って一番最後に復活するんですよね。そんなやつらが何の支援も受けられないっておかしいですし、そんだけ疲弊してる中で作られるエンターテインメントっていうのもこう見てて何ですかね、クオリティが下がってるように俺は感じます。動きにくいけど、できる限りのことやっとかないと何も生まれないし、もう後悔しか残らないから、
とりあえず反省点はね、なんかやると反省は、やっちゃったなとか失敗したなとか反省点はあるのは進んだ証拠だから、だからそういうために嬉しいなと思ったり反省したりのために進んどかないと。僕なりに考えたのはやっぱりこう制約がある中でライブやってるバンドさんもいますけど、僕らのスタイルはやっぱりどうしてももうお客さんともう距離なくやりたいっていうのがもう心情というか、だからこれはなんかこの僕の固執しちゃってる良くないかもしれないですけど、やっぱどうしてもこれまでのお客さんがこうすごく近くにいてっていうとこはちょっとなんかまだなんつうのかな、そこがやっぱ一番大事にしたくて待つしかないなっていう風になっちゃってますね、自分は。包み隠さず話すと、はい。どうでした？めちゃめちゃ楽しかったですマジで。いやまず本当に今回このような素晴らしい企画に、うちのお店に声をかけていただけたことは本当に非常に光栄に思います。本当に関係者の皆様ありがとうございます。今回こうやって5会場サーキットのような形で僕も今日オペをやらせてもらったので他の会場さん参考にもちろん見させていただきたいんですけど、それがなんか単純になんかそのライブハウスにいるような感覚になったのがちょっと自分でもびっくりというか新しい発見だなと、なんか俺ロフトにいんのかなみたいな感じでちょっと思ったんで、特にこういうライブハウス我々のような業界ってやっぱりいろんな土地からバンドが来てくれていろんな話をしたりとか、そういうことが一つのなんて言うんでしょうね、生活の一部になってたと思うので、なんかそこをちょっと思い出した感じが久しぶりにしました。ありがとうございました。ロマン革命でした。これからもね、楽しい夜を一緒に、ネットを介してでも、リアルにねこう面と向かってライブができるようになっても、一緒にずっと楽しい夜を過ごしていきましょう。ありがとうございました。全く別物ですね。これはこれで楽しんでもらうっていうのがいいなと思います。なんか昔のテレビライブみたいなイメージがちょっとあるよね。そうだね。80年地元北海道なんで子供の時とかそんなライブとかあんま見に行けなかったし、結構テレビでロックバンド好きになったから、なんか映像がかっこいいとかはやっぱなんかライブがいいのはもちろんだけど、それもなんかバンドのいいとこかなと思うので今はそれを楽しんでます。そうですね、なんか配信で他のバンドがいるところでやるっつうのは今回初めてだから、ブージー知らない人見てくれる機会が多いと思うので、ちょっとでも好きになってもらえるように頑張りますね。じゃあ日本中のあっちこっちからよろしくお願いします。ジャパニーズおせっかいバンドブージークラクションです。グッドプレイス in 沖縄、皆さん楽しんでいらっしゃいますか？沖縄から全国に発信してます。届いてますか？デラックスです。2月ぐらいから多分ここの内装始まって、
で作ってて、だから4月に向けて走ってたのがだんだんあれこれこのままオープンしてもいいことじゃないかもねみたいな話したり、僕がもしかかった家族に迷惑かけたらどうしようとか、ほんとちょっと怖かったのが覚えてるっすね。最初はもう本当にちょっと持ち込まないでよっていう思いがあったんですね。経済もわかるけど、最初ほんとちょっと来てもらうとまたそれが繰り返しで止まらなくなって、でもだんだんコロナってこういうものなのかなってなんか思いになってきたら、いやでもやっぱりある程度の止め方で人の自由さはちょっと大事なことはあるのかなとか、自分の中ではもう作品は誰もが見れる作品を作りたかったから、このやっぱ美術館作ったのが一番大きかったかなと思ってて、今まで展示会してその何日間だけでお客さん呼んでやってても有名じゃないし、知ってる人が来てくれたりとかして、でなんかもっといっぱいいろんな人と話したいのにどうやったら話できるんだろうって、なんかこのたった2週間とか、何日かで撤収して作品はい終わりみたいな、全然会話してないな俺とか思ってて、だからもうウィンドウディスプレイで一坪だけでみんなに話せるところができれば、もうずっと誰かしらが見てくれるし、いつも知り合っていく人の挨拶とか、だからそれだけでもやっぱいいよなと思って、こういう市場の中ってやっぱ大事なものがあるから。23ぐらいの時にロンドンに行けるタイミングがあって、うわ東京にもない世界がロンドン面白いと思って、それからもうロンドンに行きたい病になって、英語も何にも話せないんですけど、で行ったら行ったで美術館とかタダでも回れるし、歩いてるうちにあれ俺アートやりたいのかもとか思ってきて、なんか自分っていう人がなんか残せていけるものを作るっていいなと思って、もうそこの道に行きたいってスイッチ入ってからもう思いっきり勉強して、で合格して入れたんですけど、もうめちゃくちゃ楽しかったです。もう初めて本気でこれだったら絶対負けないと思って嬉しかったです。多分アートがこの自分と話し合うんですよ。自分の好きなこととか嫌いなこととか癖とか、なんか自分の親とかおばあちゃん上とかおじいちゃんおばあちゃん何してたのかなとかで、沖縄だったら沖縄のこの歴史と対話したりとか、それでだんだん自分ってこんな人だからこういう仕事が向いてるのかなってある程度は見つけれていくと思うんで、なんかそうやってちょっと自分っていうのと話して自分を作っていくためにできるのちょっとアートはちょっとあるのかなと思ってて、自分の心が本当にマインドとかこの綺麗にしたらいろんな物事が多分いいことができると思ってて、そこばっかり意識してるんで、もう本当にやんばるに住みたい。でこの自由さと心の大きさを作って、でそれをみんなにこういう生活っていいよねみたいな、でなんか勝ち取った自由っていうか、だから本当にどこにいてもできるんだよってことを見せたいし、それが僕が多分一番心が良くなってることだから、自分を心をきれいにしながらみんなにいいものを見せたいっていうか。Tonight, turn up the sound of waves. I got feeling something new. I got feeling something new. Day step by step.まあでもお客さん次第なんで、集客とかブッキングも演者さん次第でキャンセルが入り出してからですかね、3月中旬から4月頭ぐらいで、そのなんか東京の方で自粛してくださいみたいなのをニュースで始めたぐらいに、そんなに大げさなことなのぐらいでしたね。でやばいんやったら売ろうと思ってたんで、お店140ぐらいのキャパなんですよ、オールスタンディングでライブでやるので、 DJ パーティーでは開店考えたら200人ぐらいでいつもやってるんですけど、このキャパの考え方になっちゃうというか、やりたいことも
で一回なくしてしまえば違うアイデアができて面白いことができるかなって言ったらそれだけでしたね。エンターテインメントできる場所がなくなるよりは誰かに譲ってそう僕は僕でまた1000のキャパやるのか50のキャパやるのかもっと面白い、音楽の媒体に関わったことができるかなとか思うとマイナスでは全くなくて、個人としては、家賃もちょっと安いんで、継続した方が次出店するよりリスケッチ考えると続ける方がリスクはないのかなと思って今やってる感じですね。これもうずっと赤字ですね。4月から8月ぐらいまでがもうずっと3、4万ぐらい推移で、やっとこうイベントを手出したんで30万とかやってますけど全然追いつかないですね今もう問い合わせあるやつとか DJ パーティーやりたいとかもう全部店企画にしてるんですよ。演者さんに借りてもらうとここでコロナが発生してしまったらその人らがこう警察とか保健所とかにお話しなきゃいけないんで、もう店企画だと僕が行けばいいかなとか、なんかリスクを店がなるべく背負うような考え方も持ってたし、だからもう一回こうアーティストを見つめ直せるとローカルのアーティストを見つめ直していうのが一番でかいかもしれない。その中で協力してくれる子もいれば、本当に動けない子もいたりで、イケイケやなと思った子が意外と真面目だったりとか人を見れるきっかけは結構いっぱいあって、なんか僕あんまりこう無頓着というか周りのことが僕らにどうしようもできないって思っちゃってるところもあるんですよ。だからいつもイベントの時も言ってますけど、僕らの目の前にいるお客さんが笑顔だったらいいなっていうことをずっと続けたいので、友達が悲しんでる時飯誘ったりとか、女の子が彼氏に振られてどうこうっていう時話聞いてあげるとかの方が僕はもうリアルだなと思ってるので、大きなことがちょっと考えにくいというか、夢というかこう明るい話題はこういっぱい持った方がいいんですけど、もう今焼け野原の状態で僕らがまた再認識される場所になる楽しみ、飽きられてたらもうお客さん帰ってこないので、ネガティブに考えずしんどいだけですけど、全部面白いですけどね今、誰かに出会ってもそうですし。全国の皆さん、北海道十和子愛よりインビジブルです。最後の一話でよろしく。紫スポーツで働いてるんですけど、で、4月ぐらいからその時短が始まって、で5月にお店自体を1ヶ月閉めて、すげえなと思って、もうそれぐらい来てんだなと思って、そこでやっぱちょっとなんかもう世の中が変わったなと思って、みんなもマスクしだしてっていう感じですかね。スケーターなのと、スタッフ兼一応ライダーなのでスケボーはしなきゃいけないかなと思って、外でできることで密になりづらいっていうのでスケボーやってましたね。もう多分スケボーがもうダメですよってなったら結構食らったかもしれないですけど、やっぱもう35歳になったので、昔みたいにやっぱ毎日何時間も滑ってとかっていうのが全くなくなって、で、仕事もあったりとか時間を見つけてやるっていう環境だったのが時間しかなかったので、スケボーめっちゃやって、スケボーあってよかったなと思って、結構やっぱ他の人だと何していいかやっぱ分かんなかったりとか、それで鬱じゃないですけどやっぱりおかしくなっちゃったりとかする人もいたりとか、でもやっぱそういう部分では自分はスケボーにやっぱ救われて、学生の時思い出した感じはしましたよね。もうこんなもう朝起きて飯食ってスケボー行ってみたいな。あとコロナでやっぱりこう密を避けるのにスケーターがすごい増えたんですよね今年で。多分去年とかから見たら3倍から4倍ぐらい増えてて、でそこでやっぱいろんな人とつながりできて、なんでそういう新しい
出会いというかそういうのはすごいありました。昔はやっぱりヤンキーがやるものだったりとか、なんか悪い人がやってるからみたいな感覚だったのが、今はすごい子供もやってたりとか、すごいもういきなり40代の人とか50代の人がいきなりもうやってみたかったって言ってきて買っていく時代になってるので、もうちょっとこうみんなからこうなんてスケボー面白そうだねってこうもっと言われるような時代になればいいなとは、はい、これを機にやっぱりこういろんな地域にいろんなパークがやっぱできて、みんなが楽しい、そしてなんかレベルもアップできるようなちゃんとしたパークを作れればいいなと思って、あとはもうおじいちゃんとかになってもスケートちょっとでもできてたらいいなって、はい、思います。でも本当にもういろんな人とやっぱ出会えたのってあの板なんですよね。それがやっぱやっててよかったなって、なんかすごい警察に怒られたりとか、全然うまくなんなくてやめようかなって思った時とかもやめないで、苫小牧でなんていうの、こうやってやらせてもらって、なんならこういう田舎町でもう意外といろんなところのもう日本全国の人とつながったりとか、でもそれはもう全部あの板一本で来たんで、もうそれはもう最高にハッピーですよね。そうです、僕は大阪生まれ大阪育ちですね。もう自転車圏内です、ここは。ここら辺で育ちました。2月の末になるんですけど、僕バンドマンなんで、それこそその東京のサーキットイベントに出演予定やったんですけど、それがこのコロナの状況を見て、こう出演バンドに対して出る出ないかもうあなたで一度決めてくださいっていう連絡が来たんですよ。でメンバー含めこうチーム全員でこのほんま今のこの状況とか分かってなかったですから、でこれどうするみたいな、コロナっていうか何なのみたいな、こうやって危なくなんの、インフルエンザと一緒じゃないのみたいなところで、俺らはその時に出るっていう宣言をそのライブイベンターに対してこう取ったんですよ。その1週間後にもうイベント自体がもうなくなっちゃったんで、このお店自体も去年の10月から始めたばっかりで、それこそコワーキングとイベントって結構真逆のことを同じスペースでやるっていうのをこう初めて挑戦する、誰もそんなことをやったことない上でみんなでどうやったらいいかっていうのを試行錯誤しながらやっていく段階やって、よし3月からこうドワッとイベントを組んでこの場所を盛り上げていくぞっていうタイミングでもあったんで、そのタイミングで2月後半でそういう話が出てきて、もちろん3月1日からここは閉めましたし、ライブ活動っていうのも止めましたし、その3月入ってからはもうみんなと同じような状況、ずっと家にいるし、仕事もテレワークになるしみたいな状況になりましたね。いちいちこう情報がすごいなんかこう不確かな情報っていうか、こうなるだろうみたいな情報とかがすごいいろいろニュースで飛び交ったりだとか、そんなに腹立ててるぐらいのやったらなんかそれをどう面白くこう見せるかみたいな方に結構早くに考えてたんで、それこそ大阪はねちょっと大喜利文化もあるんで、この状況で何やったらおもろいやろうみたいなのを結構いろんな場所のいろんな人が考えてるから、
だからなんかいろいろ仕掛けるのもやっぱ大阪が早いなっていう印象は大阪におっても思いますし、僕らもそれはこう常にねこの状況で何をやったらこう人にこの気持ちであったりとかその雰囲気をこう変えることができるだろうみたいなのをもう言ったら大喜利的に考えてるっていうのはあるかもしれないですね。あとは僕はバンドマンとしてはもう完全にインプットし放題アウトプットし放題のボーナスタイムやなっていう感じがあったんで、曲をずっと作ってたりとか絵を描いたりとかなんかこういろいろ企んだりとかっていうのにすごい時間を費やしてましたね。このコロナ禍を境になんかすごいそのフリーランス市場主義みたいな雰囲気が出てきてるなみたいなのは思ってて、自分が得意なことをするしかない状況でみんなそれをこう没頭してやるじゃあなんかこうみんなそれぞれなんかこう俺これ好きやったんやってこう再認識するでみんなそれぞれなんかこう一つ一つこう得意なことができてきたりもともと持ってる人はこれをこう一本でやっていけんねんなって家でもどこでもやっていけんねんなって多分自信になったと思うんですよ。みんなこう好きな服着てで好きなことを仕事にして好きな発言をして好きな友達といてみたいな。だからだんだんこう自分の得意なことを主張してそれをこうなんかよりすげえ平等になってフェアになるっていうかね、すごいあれかもなんかまあ身内だけなのかもしれないですけどね、大阪の若者は元気ですよ。めちゃめちゃ元気だと思うんです。燃え盛ってるっすね。どんな状況でもそうかもしれないけど今特にそう。愛だの恋だのどうだとか言う前にさ、僕は君とキスしたいだけ。君に借りた CD 返さなかったらもう一度会えるかなんてね。離ることが見失うそのライブハウス始めたきっかけが商売としてもその人が集まる場所はなくならへんやろうと思って始めたんですけど、まさかこんな形で集まれなくなるなんてっていうのが出てきてしまったんで、その世の中に絶対はないんやな、やりたいようにやるつもりで始めた場所ですけど、世間のことは無視できへんなっていうのが強く感じたんで、その辺これからどういうふうに変わっていくかまだ想像しかできないんで、実際変わっていくことに対してどういうアプローチしていこうかっていうのは多分常に考えながらやると思います。都市部が声を上げづらいなら地方からみたいな話も地元の箱同士で僕やって、愛媛版のガイドラインとか作ったんですけど、もう作ってくれないならこっちで作ろうみたいな感じで、作るだけ作ってどうせテイストもできねえだろうなと思ったら、
愛媛県知事中村知事がめちゃくちゃ喜んで受け取ってくださって、それがきっかけで結構営業再開っていうムードにすることができたので、結局は政治やってる人たちも全てを公平に守んなきゃいけないわけだから、自分たちの問題は結局自分たちで解決するしかないんだなとは思いました。みんなにとって一般の人たちのライブハウスの仕事って何やってんのみたいな、週末だけライブの時でしょって言われるのが多いので、うちの会社はそうではないので、常に基本空いていて、スタジオ受け入れだったりとか、そういう T シャツの受け入れだったりとかもしたりもしているので、いろんな人が常に来るので、綺麗にできるだけしていかないといけないなっていうのは実感もあるし、一応それを踏まえて営業していかないともうやっていけない世の中なので、今ライブハウス世の中的にはちょっと行っちゃいけません的なところ風潮、どうしてもあるとは思うんですけど、学校とかそういうところになると、だからこそ反骨心が芽生えて、今まで当たり前に行っていい場所だったはずなんですけど、僕ライブハウスって悪いものだったんですね。僕がガキの頃っていうんですか、バンドに憧れた、ロックに憧れた頃っていうのは、でも学校とか親に怒られそうな、なんかちょっと悪いことしてるイメージありつつ、勇気出して中に入ってタバコの煙とかお酒の匂いとか結構充満してる中、うわーなんだこれでもかっけーみたいな、ヤンキー漫画ヤクザ映画ライブハウスを読んだ見た体験した後っていうのはなんかもう強くなった気するんですよね。改めて久しぶりに配信、無観客で配信やけどやろうっつって集まって音出した時とか、やっぱりみんなバンドも嬉しそうにしてるし、エンジニアも嬉しそうにしてるし、僕も嬉しいしっていう、なんかそういう他では得れないものが確実にある場所だと思うんで、そこの基本は大事にして、それを壊さないようにやっていけたらいいなと思ってます。苫小牧のライブハウス L キューブで札幌と同じようなことは僕はなんかしなくてもいいと僕はですけどね思ってて、だからこそそういう新しいこと、スケートボードのイベントをライブハウスでやるとか新しい試みでもあるので、ライブハウスになかなか若い子とかも来なかったりとかしてるのも現状はあるので、どんどん夢を叶えてあげれる場所にしたいなって僕思うんですよね。それは大きな夢もそうですけど、なんか手の届く割と小さなすぐそばにある夢みたいなものとかもどんどん叶えてあげれたらいいなと思うので、音楽、バンド、ギター、ベース、ドラム以外のものもステージにどんどん上げて、いろんなものを光らせてあげて、若さに対しては相当こびてるんですよ、若いやつの感性っていうものは。この子たちがいいっていう、かっこいいって思ってくれるものではないと、いやロックっていうのはパンクっていうのはって俺らがいくらと言ったところでも、それはもう夏メロだしオールディーズだし、でそのきっかけになったらいいなっていう感じで、僕らはそっと誰かこのエロ本拾わないかなぐらいな、道端の拾わないかなみたいな、これお気に入りのやつなんだけどなっていうぐらいそっと置いとくわけですよ。変わってくだろうなとは思うんですよね。単純に僕がバンド始めた20年前と今のライブハウスってもう全然違うし、あの頃はもっと薄暗くて汚くて怖い人がいっぱいいるようなところだったんですけど、今全然そんなこともないし、ライブハウスの理想で言ったらやっぱり人が集まって、それがさっきも言ったようにライフワークで音楽楽しんでる人らもいれば、売れたくて頑張ってる人らも全部楽しめる場所でありたいなっ
とは思うんですけど、その3密状態がなくなる危険性っていうのが現状やっぱゼロじゃないんで、戻るやろとは思ってますけど、でもまだそこの目処が立ってない状態なんで。いや、音楽で世の中変えてやるぜって気持ちにはなりましたね。もう難しいからこそ。でもそれぐらいの気持ちじゃないとこの困難は立ち向かえないって。僕がやっぱり初めて見に行ったライブとかライブハウスというか、後ろから人がどんどん飛んでくるしみたいな。であんな高いステージにめっちゃかっこいい人たちが上がってて演奏しててみたいな、これがライブかみたいな。でこれを僕は苫小牧でも作りたいってすごく思ったんですよね。コロナ以降のエンターテインメントってどうなっていくんだろうって前向きにですよ、前向きに変わっていくことが楽しみですね。3密状態のライブはやりたいですねそれはその願いはずっとありますね。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでした？いや、めちゃめちゃ楽しかったですね。今どういう状況で見られてるかとか分かんなかったけど、もうひたすら画面の向こうに誰かがいると思って全力でやらせてもらいました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやありがとうございます。最高。お疲れでした。お疲れ様でした。ありがとうございます。キラーワードのありがとうございました。ありがとうございました。やったー。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
砂川まり、今31歳、彼と飲食店をやっています。将来の夢、自分のことは自分でできるようになること。大谷翔太30歳、沖縄県那覇市松尾で退屈な日々にさよならという飲食店をやっています。ゆくゆくはその南城市に引っ越しをして、そこでお店をやったり、自分らが好きな、ものであったりことをそこで南城市で表現できたらなと思ってますね。彼女と2人で。義母たける31歳です。小桜で従業員で働いてます。どこかに住めるなら僕はもう一度徳島に行って小桜っていうお店を広めたいな、徳島県民にも広めたいなって思ってます。なるみです。21歳です。看護大学生兼桜坂セントラルスタッフです。夢は明日も生きてきた中で一番の笑顔で過ごすことです。水成匠です。23歳です。斉藤玲也です。21歳です。僕たちはゆいが独尊というメンズアイドルグループをやっています。僕の夢は東京ドームのステージに立つことです。僕の夢はゆいが独尊として日本中世界中の皆さんに知ってもらえることです。吉田翔です。翔って呼ばれてます。年齢は19歳です。職業は専門学校に行きながら、映像会社で研修を行ってます。将来の夢はカメラを持って世界一周に行ってみたいです。中川敦美です。大学生で今21歳です。デュークショップでアルバイトをしています。私の夢は海外で住むことです。難波源22歳です。大学生で CD ショップでアルバイトをしています。夢はとりあえず一般企業に僕は就職したいと思ってるんですよ。やっぱりでも音楽も好きっていうのがあるので、何かしら演奏したり作ったりっていうのも働きながら同時にできたらなと思っています。畑健と申します。36歳です。レイザーズエッジというバンドのギタリストをしながら、アニマで働いております。やっぱり人を楽しませたいとか、人を楽しませることができる人のお手伝いをしたりとか。飯谷真帆です。23歳で、今はライブハウスでバイトをしながら、シープールっていうバンドでベースを弾いています。夢はずっと音楽に携わって生きていけたらいいなと思っています。ツージーです。26歳、今年27です。で、職業は、3つあります。経理とこの2階でアクセサリーを作って販売させてもらってるのと、各週土曜日は3階のファープレーンでバーテンをさせてもらってます。辻です夢は大豪邸でライオンを買うこと。絶対これはもう買うんです。夢じゃなくて決めてある。ロビンです。40歳です。飲食店経営しております。夢はね、これはほんまバカみたいな話なんですけど、大人の遊園地を作るいう風俗があったりショービジネスがあったり、そういうのを作りたいなって思って、それに向けて今進み出してて、まあほんまいい女だけ抱きたいですけどマリコです。今年29歳で今28歳です。グラフィックデザイナーしてます。夢は今教職というか学校の先生をしてるので、毎年グラフィックデザイナーしたい子を底上げできるようにフォローするのが毎日楽しくて、その子たちと将来はライバルであり競い合っていろんなことをしていきたいです。ひとし
39歳、古着屋348番オーナーです。夢ですか？将来ニンニク農家です。青森で。ご出身は？奈良です。こんにちは、こんばんは、おはようございます。おやすみなさい。ヘイスミスギターの猪狩周平です。私の夢はこう音楽ロック教科書みたいなものに載ることです。いずれこう音楽のロックの歴史みたいなものが販売されると思うんで、そういう教科書にできたら両面開きフルカラーで乗ることです。マスキング B ボーカルギター磯部正文、僕が今持ってる夢は、今48歳ですけど、65までは現役で歌をいろんなところで歌ってたいなと思うのが今のところの夢です。株式会社ワック代表取締役の渡辺淳之介です。ビッシュだったり、ビスだったり、女性のグループを、担当していることが多い、ものです。僕の夢はですね、海外進出をやっぱりしたいなと思っておりまして、実はですね去年画策している最中で、実はツアーとかも決めようとしてたりとか、実はしてたんですけど、なかなかちょっと頓挫してしまったので、ちょっとなんとかして、来年再来年にはもちろん実行したいなと思っております。でそこで受け入れてもらえるようであれば、もう本当に全世界に、羽ばたいていく、アーティストを、育成したいなというふうに思ってます。フォーアリーズンギターの星野拓磨です。僕の夢は、もう一枚フルアルバムを、リリースすることですね。コロナになってしまってライブはできていないんですけども、そんな中でも曲作りして来年フルアルバムをリリースするのが僕の夢です。あと行ってみたい、一番行きたい場所は下北沢シェルターですね。僕の一番好きなホームタウンのライブハウスで、またそこで今まで通りライブするのが夢でもあります。フルアルバムリリースしてシェルターに行ってライブするっていうのが僕が一番したいことです。はい、どうもこんにちは、アイアンシックスの畑野です。今現在の自分の夢は何でも自由にやりたいっていう、それだけです。行きたい場所は、田舎の佐渡島に帰りたいです以上です。高橋邦彦と言います。年齢は55歳です。飲食店、あと派遣会社等をやっております。夢はですね、娘の婿がイタリア人なんで、イタリアに、コロナ禍が終わった状態の時にでも半年ぐらいゆっくりとのんびりと旅行をしたいなというのが私の今の夢です。上原正弘、年齢は36歳、職業は苫小牧の市場で飲食店を営んでおります。夢はですね、今僕も市場の食堂をやってまして、観光にまつわる仕事をしています。なんで苫小牧をですね、もっとみんなに知ってもらってですね、多くの人に来てもらえればと思っています。今一番やりたいことは、下の娘がアンパンマンが好きなんで、横浜のアンパンミュージアムに行きたいです。18歳、いや17歳、杉本啓太、高校3年生です。自分は美容師になることを目指していて、で美容学校に進学するんですけどで将来自分のお店を開いたらパークとその髪切るスペースを一緒にして楽しいお店を開きたいと思っております。久井優吾、中学生2年生です。何歳？13歳です。スケーターと一緒に滑れることです。撮影したり、はい。今のコロナだけど、コロナなかったら東京とかそういうとこに行きたいです。6歳。お名前は？
藤村真宙。歯科医になりたい。歯科医になりたい。だってさ、レゴとか何でも紹介したい。行きたいとこある。遊園地。楽をするために